はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方ですね、始めていきたいと思います。まずですね、リップル社の CEO、ブラッド・ガーリングハブスさんですね、コメントのツイートの方でされてます。チャーリーさんというのはですね、アメリカのニュースチャンネルの FOX ビジネスのジャーナリストの方になります。で、チャーリーさんと、いつでもスタジオに出向いて事実について話し合えることを喜んでするよと。SEC がこれを勝利のように見せかけようとするのは哀れなことだと。リップル社だけでなく多くの弁護士が指摘しているように彼らは重要なこと全てにおいて負けたのだと。で、罰金の支払い義務についてのご相談ですが、それは SEC ではなく、裁判所が決めることですと。あなたはこの訴訟が罰金や罰則についてではなかったことをよくご存知でしょうと。それは XRP の非有価証券の地位を確立したかったということですと。我々は勝った、彼らは負けたということでコメントをされています。で、さらにですね、別のツイートの方で、小売業者の保護に、関する重要な話題が持ち上がってますと。SEC は法的管轄権がないにもかかわらず、暗号取締責任者であると宣言し、この混乱を引き起こしていますと。SEC が記者会見を開いている間、企業は破産裁判所で負債を抱えたままになっていると。法律を忠実に、適用した裁判官を非難するのは馬鹿げていると。明確なルールを提供し、小売業者を保護するためには、施行による規制を強化するのではなく、法律を制定することが唯一の方法であることは、誰もが知っていると。で、議員たちが、ようなですね、これらの方のような多くの議員が、この法案を支持していることを嬉しく思うということでですね、コメントをされています。この小売業者に関してのですね、情報についてはですね、詳細についてはちょっとまだですね、見ていないんですけども、分かり次第ですね、また共有の方をしていきたいと思います。はい、続いてあと、集団訴訟の弁護士のジョン・リートンさんですね、ツイートの方されてます。トーレス判事によるリップル XRP の判決が発表された木曜日以来、私たちは非常に賢く経験豊富な弁護士を含むトーレス判決を分析する多くの人から確証バイアスが高まっている様子を目の当たりにしてきましたと。で、これ確証バイアスって何かと言いますと、認知心理学とか社会心理学における用語で、仮説や信念を検証する際にですね、それを支持する情報ばかりを集めて、反証する情報を無視または集めようとしない傾向のことと、認知バイアスの一種ということで、またその結果としてですね、稀な事象の起こる確率を、過大評価しがちであることを知られていると、ウィキペディアから引用させていただいているんですけども、すなわちですね、自分のいい情報でしか、偏ったね、見方しかできていないと。自分のいい情報しか見ないで反対論とか無視しているというようなね、心理学的な、ものになります。で、そういったね、弁護士たちを見ていると。で、SEC の完全勝利をほぼ確信していた人々。つまり SEC は暗号訴訟で負けたことがない。XRP は明らかに、証券だという人々は、今、トーレスが第二巡回区によって却下されるだろうと予測していますと。で、彼らが単純に見解を誤ったということはないだろう。しかし一方で、非常に賢く、経験豊富な弁護士を含め、トーレスの判決を看護し、祝福する人々の中には、この判決を控訴不可と評価して、いる者もいますと。で、この件に関する控訴審判決は2から3年先のことであると。控訴審の前に裁判が予定されていることを忘れてはいけないと。それまではトーレス判決がこの国の法律であると。控訴審判決が出るのは2から3年先にもかかわらず注目されているのは確かですと。どちらが正しいのかということでですね、コメントをされました。で、さらにですね、こちらのツイートで、控訴されても交代にすらならない。まず、第二巡回区から判決が出るのは上訴されたとしても今から2年後である。それまではトーレス判決が、法律である少なくとも第二巡回区では。
第2巡回区がトーレスが第3のハウェイ要因の適用に関して間違っていたと述べたとしても、私はそうならないと予想していますが、それはプログラマティックセールス、取引所の販売、に関して SEC が勝つことを意味しない。トーレスが他の2つの要素を、適用した場合、次のようなことが起こるだけです。SEC は第3の要因よりも満たすのが難しい要因である共通事業要因を満たしていないと結論付ける可能性が高いと。この勝利が XRP と XRP 保有者とリップルにとってどれほど重要か、誰にも過小評価させないでくださいということですね、コメントをされました。はい、で続いてですね、ジェレミー・ホーガン弁護士ですね。リップル対 SEC の控訴について、多くの質問を目にしますと。以下は私の考えです。免責事項、私は控訴が嫌いです。それは負けたことを意味するからです。しかし何度かやったことがある。まず、その時期について。ほとんどの控訴は訴訟が完全に終了した後に起こりますが、リップルの場合はそうではありません。最終判決が下された後、いずれの当事者も60日以内に控訴することができる。まだ確定判決が出ていないので、トーレス判事の命令に対する控訴は仮控訴となります。ルールを見る限り、控訴の申し立てに与えられる猶予は10日間です。仮控訴が認められることはめったになく、認められるとすれば証拠開示によって猫が袋から出されるような状況、秘密が暴露されるような状況の時だけであると。例えばヒンマンの電子メールが公表を命じられたとき、それは仮控訴が認められるかもしれない種類のものでしたと。もし、トーレス判事自身が自分の判決が物議を醸すような、あるいは世間を騒がせるようなものであり、早急に見直す必要があると考えたのであれば、上訴裁判所に見直しを要求する証言もすることもできたはずだと。しかし、トーレス判事はそれをしなかった。つまり、仮控訴は自動的に認められるものではなく、認められることはあまりありません。その権利はありませんと。しかし、通常の上訴をする権利はありますと。この上訴は裁判が終了し、最終判決が下された後、来年の裁判後の申し立ての後に行われますと。では、どちらが控訴するのか、またする理由、しない理由は何か。私が見たところ、ほとんどの弁護士は SEC が控訴するだろうと考えている。もし私が推測するとしたら、実際私がしているのはそうなのだが、どちらの側も控訴しないに欠けるだろうと。まず全ての資料を検討したのはトーレス判事であるため、控訴審で勝訴するのは難しい。第2に、SEC は上訴することで得るよりも失うものの方が大きい。上訴に勝てば審判、レベルでは不利な判決を引き下げることはできる。しかし、控訴審で敗訴すれば、今度は第二地方控訴裁判所のすべての裁判所がその判決に従わなければならなくなると。文字通り、モグラの塚を山に変えることができるのだと。モグラの塚を山に変えるというのは小さな問題を大きな問題にすることです。リップル社はおそらく罰金を支払うことができ、判決の ODL 部分がビジネスを破壊しないのであれば、控訴しないだろうと。どの点も私にとっては控訴しない方向に向いているのではないかと思う。加えて、リップル社を勝った。控訴するのは敗者だけだと。すみません、我慢できませんでしたと。最後に、SEC は控訴審で、判事の判決文の言い回しから二次市場販売の部分、SEC にとっては本当に重要な部分である、を争うことになるかもしれないが、その点についてはまだ考えが固まっていないので、この辺でやめておく。長くなって申し訳ないということでですね、コメントをされてます。続いてですね、アメリカニュースチャンネルの FOX ビジネスの、ジャーナリストであるエネロア・テレットさんですね。ニュート、トーレス連邦判事はリップル事件をネットバーン上級判事に委任し、一般公判準備、日程調整、証拠開示、非処分的公判前申し立て、和解を含むを開始しましたということですね、コメントをされています。私が知っているあらゆる偉大な法律家に尋ねて回ったところ、ジェレミー・ホーガン弁護士が助けに来てくれたと。これは基本的に個々の被告の裁判期日までにネットバーン判事がこの事件を引き継ぐことを表明する書式に過ぎませんと。和解欄のチェックは重要ではありませんということでですね、内容の方ですね、共有の方をしてくださいました。で、さらにですね、ゲイリー・ゲンスラーが先週の判決以来初めてリップル社の略式判決に言及、個人投資家について言われたこと、には失望しているが我々はまだそれを検討し評価をしていますということでですね、SEC の方からですねコメントがあったと。
さらにですね、こちら、サラネット版判事がリップル社と SEC の双方に命令、和解協議の日程について、現時点で実りあるものと考えるなら、相互に、都合の良い日を3つ決めておくよう命じた。また裁判所が多忙であるため 6から8週間前に予定を立てるように推奨していますということで、これについて明確にしておくと、ネット版判事は双方が現時点では実りあるものであると信じるのであれば和解会合の可能な日程について合意するよう提案していますと、これは6から8週間で和解が成立するという意味ではありませんと。もし日程が決まったとしても裁判所が多忙のため希望日の 6から8週間前に日程を決めなければならないということですと。その間に、一方または双方が和解協議の開催を拒否したり、協議をしても合意に至らなかったりする可能性がありますと。で、これについてもですね、いろんな弁護士の見解を聞いてみたいですということですね、コメントのされてました。はい、そしてですね、あと、弁護人兼、元連邦警察官のジェームズ・K・フィランさんですね。SEC は SEC 対リップル社に対するトーレス判事の判決について SEC 職員はさらなる再審査に向けて利用可能なさまざまな手段を検討しており SEC がそのような再審査を求めることを、推奨する、意向であるという答弁書を提出しましたということですね。これに対して、ジェレミー・ホーガンさんですね、和解会議に向けて控訴はまさに SEC がリップル社に対して持っている唯一の切り札ですと。もちろん SEC は控訴すると言っていますが、その発言を一方的に深読みする必要はないと思いますと。であと、ジョン・ディートさんもコメントをされてます。私は、クリフト・ローと、フォックスビジネスで、判決のずっと前に SEC が取引所での流通販売で負けるだろうと予測し、また、トークンそのものについて、トーレス判事がそれは証券ではなく、証券を表すものでも、象徴するものでもないと宣言するだろうと述べた。私に反対した同じ人々が、今、判事は間違っていたと言っている。トーレス判事はハウェイテストを適用する以外の他の要素を考慮しなかったと。議論終了。もし考慮していたら彼女は間違っていたことになると。 SEC は控訴すれば負けるだろうということですね、コメントのされてます。で、続いてですね、リップル社の法律最高顧問のスチュワート・アルデロティ氏ですね、もコメントされてまして、ツイートの方でですね、証券機関は証券しか管轄しない、有価証券の取り扱いがなければ SEC の役割もない、管轄権がないのに管轄権があるふりをするのは単なる政治的なパワープレイだと。誰も助けられず、誰もが損をすると。これはですね、先ほど冒頭で話しましたブラッド・ガーリングハウス氏のですね、小売業者に対する情報ですね。そちらに関しての、引用リツイートでコメントされた内容になります。はい。ということですね、ここまでがSEC 関連の、リップル関連のですね、直近情報になります。で、僕の方ではですね、今、リップル関連、SEC 関連、あとフレアネットワークス関連、ソルデンク、コアリム、イノシス関連ですね、あとステーク X とかも含めてですね、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画も見ていただければと思います。また質問に関してもですね、受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE のリンクですね、貼っておりますので、何か気になることと、暗号通貨全般のね、質問も受け付けておりますので、よかったらお友達追加していただいてコメントいただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなくすべて無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINEの登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方にすべてね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。